で、今回ですね、この、クオンタムブロックを、私どもで紹介するきっかけとなったのが、実はまず、フィリップさんの方からですね、私どもに、コンタクトがありまして、で、それはですね、彼の、製品の、結晶写真を撮影してほしいという、そういう依頼から始まったんですね。で、彼のそのブロックと、ボトルをですね、送っていただいて、で、そこに水を置いてですね、結晶写真を撮影したんですけれども、本当に、すごい、良くなりました、結晶が。で、蒸留水、水道水と両方やりましたけれども、両方ともですね、本当に綺麗になりまして、で、それがすごい、興味を、まずは持ったんですけれども。で、実際ですね、これが、現物ですね。で、ここに水を入れてですね、結晶写真を撮影しました。で、私がすごいなと思ったのはですね、ここに手を入れると、すごい、温かいエネルギーというかですね、感じるんですね。で、私はあんまりそのエネルギーには敏感ではない方なので、で、こういう製品でですね、ここまで感じるっていうのはちょっと自分初めてだったので、まずそこにすごい、驚きがありました。で、今までいろんな方に、試していただきましたけれども、本当皆さんですね、このエネルギー感じることができます。ですので、相当ここの空間にですね、強い量子エネルギーが、充満しているっていう、ことだと思います。で、そんな、こともありまして、で、アメリカの方では、私どもの知り合いがちょうどこの、クオンタムブロックを使ってですね、施術をしてたりとか、波動セラピーをしてたりとか、とても良い製品だからという、そういうお墨付きもいただいて、で、ぜひですね、これを日本に紹介したいなということで、フィリップさんに、伝えたわけですね。で、それで、今日まで至るんですけれども、本当にフィリップさんはとても優しくて良い波動をお持ちの方で、で、元ですね、T モバイルという、ドイツの会社なんですけども、アメリカ支部、本当に、超大手の、通信会社なんですけれども、そこで副社長をですね、務められたという、バリバリの、ビジネスマンという、経歴なんですけれども、その方が、それをやめて、今もこのヒーリングの、世界で、ヒーリングのツールをですね、開発されていると。で、またこれができたのがコロナ禍が、始まった後、だったんですね。本当に、人類の、霊性の向上というかですね、意識の向上、そういったものに、寄与したいということで、様々な開発者と、霊能者の方と組んでですね、この製品が出来上がりました。で、今日は、そのイントロダクショナリーということでですね、この製品がどのようにしてできたのか、どういうものなのか、ということをですね、皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。で、通訳の方も本当に素晴らしい、すごい方で、清水さん、博士です。統合医療の博士号を持たれている方で、潤さんはもともと日本でお生まれになったんですけども、今はシアトルの方で、ホリスティック医学とかですね、統合医療を、やられている、方なんですけれども、このクオンタムブロックの、普及にもですね、力を、注いで、おりまして、本当に素晴らしいお二方と、今日はですね、このような会ができることを大変喜んでおります。はい。それではですね、フィリップさんと清水さんに登場していただいてお話をしていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。Okay, can you hear me? Yes. Okay. Well, first of all, thank you very much, Hero, and to the whole Emoto team for having me on, and thank you for everyone that participates in today's webinar. And also thank you to Dr. June for helping with the translation. はい、皆様、今日はですね、お忙しい中、週末ですね、日曜日ですね、日本の方は、お集まりくださいまして、どうもありがとうございます。
特に広松社長さんの方ですね、にこういう場を持っていただいて、本当に大切光栄に思っております。はい、よろしくお願いします。OK? I speak English, German, and Spanish, but I think I still need to learn Japanese. 一応ですね、フィリップさんは、ドイツ人の方で、英語もですね、スペイン語も話されるんですけど、次はですね、日本語をマスターしたいということですので、また今後ですね、楽しみにしておいてください。Okay, so today we have the opportunity to talk a little bit about what we have developed and how we did it, and then talk about the uniqueness about our products, and we will focus mainly on the quantum block, which is really a cutting-edge technology. 今回はですね、このクォンタムブロックを、作るまでにどういうふうな過程でですね、こういうふうなアイデアが浮かび、そしてそういうこの製品が誕生したのか、でどういうふうなこの製品、このクォンタムブロックがですね、私たちのヒーリングの中に活躍できるかということを、ご説明いたします。So, how did it all come about? どういうふうにですね、このクォンタムブロックの、ができたのか。はい。like most people, I, as a young child, had really forgotten that there's energy in the world, and I really focused only on the physical, on the matter, on my physical body. And I started a career as a young man working in big Europe, big and corporate Europe, how you say corporate America. And I ended up working as a vice president and as a top executive at other big companies, at T-Mobile and other companies. But that was just one part, and that was not my true self that could really act in there. 私たちフィリップさんが生まれた時ですね、私たちも含めてエネルギーのことっていうのはね、私たちよく小さい時は分かっていると思うんですけど、それをですね、やっぱり大きく成長していくごとにですね、どんどんエネルギーの方から実際のこの肉体的、物質的な社会の方にどんどん移ってしまって、その中でですね、T モバイルっていう、通信のですね、会社ですね、それとかですね、あと他にいろんなそのコーポレートの会社にですね、所属して、いろんなそういう今の、皆さんが一般に取られる社会で活躍してきた過程なんです。はい。Yes, and in the early 2000s, so over 2 decades ago, I started to realize that there's a lot more behind what we can see and what we can touch. And I started to become very interested in meditation and yoga and energy practices. And I started to learn these practices myself. So I went through shamanic workshops. I went through healing and past life regression workshops so I could learn myself how to help others. And yeah, maybe translate first. そうですね、大体約2000年あたりですね、ちょうど20年ぐらい前に、徐々にですね、そっちのエネルギーの世界の方に目覚め出してきて、その時にですね、ヨガだとか瞑想だとか、そういうふうなですね、ヒーリング、エネルギーの世界にどんどんまた目覚め出し、それで自分の中で自分をやっぱり向上したいということで、そういうところにどんどん努めてきたということですね。で、そこで、この20年間、そういうところをどんどん成長させることによって、自分の本当に持っているエネルギーっていうものが徐々に目覚めてきたということです。The more I developed this consciousness, basically, and the healing capabilities, I realized that most people really forgot that there's something like frequency and information and energy. And there already I had big interest in helping people to also find
the opportunity to develop these skills and to live a happier life because they can access more of the energy world and not just the physical world. どんどんですね、コンシャスネスといいますか、意識的な社会、よく言われます私たちが量子力学の世界ですね、コンタムの世界というのは、自分たちの今の持っている青写真、そっちの方にアクセスすることができればできるほど、自分の本当正しいエネルギーにフォーカスすることができますね。で、それによって、自分の中からどんどん最高の生活、最高の人生、最高の、幸せを送ることができるということにどんどん興味を持ってきたわけですね。And then, you know, I met my wife in 2005, and my wife, she is a healer, and she has never lost the ability to see aura and to see energy fields. But at the same time, even though she has enormous abilities, she got very sick and was diagnosed with chronic Lyme disease in 2010. And that sparked in me to always find the next best thing to help her, because conventional doctors say you cannot heal chronic Lyme disease, but I wanted to find something that can help her heal. フィリップさんの奥さんですね、クルーさんと言われるんですが、2005年にですね、お互いに出会われまして、それでご結婚され、その時ですね、ちょうど彼女はですね、もともとその素晴らしいエネルギー、ヒーリングの力を持っておられて、でそれもずっとですね、大人になってもそのまま継続されて素晴らしい力をずっと持っておられてヒーラーの方だったんです。でもですね、2010年あたり、ちょうどですね、5年後に、ライムディジーズってライム病ですか、慢性のそちらの方にかかってしまって、でそこでかなりですね、やっぱりいろんな療法、いろんな治療に専念してたんですけど、なかなかですね、その病気から回復されなく、当然西洋医学のアプローチ、ね、と言っても限度がありまして、そっちのやり方でしたら全然やっぱりそのライム病からですね、回復できなかった。そこでフィリップさんの方がいろんなですね、もっと違う療法をやることによって、絶対これはですね、この慢性病からですね、回復することができるんじゃないかということで、いろんなサプリだとか、エネルギー療法だとか、メディテーションだとかですね、エネルギー、そういうふうなところにどんどん入っていったということです。So those were two important factors that led to the development ultimately of the quantum technology. My own history and experience basically of the two worlds, and then that it sparked my passion to find something new that truly can help our energy system heal and with that the body. And the third one was that throughout my own journey, I got to know some of the most amazing healers across the globe. And yeah, maybe say that first. で、ここで3つの要素がありまして、このコンタムブロックにたどり着くまで、それは一つの自分の中でのそのエネルギーのところと、肉体的、物質的なフィジカルのバリューですね。そっちの方の両方の面を学んできた、経験したことによって得られたもの、それとですね、奥さんの方の経験ですね、そこの病気からどうやって治すことができるのかっていう探索、研究をしていった。で、第3の要素っていうのがその過程においてですね、いろんな素晴らしいヒーラーに巡り合うことができたと。この3つのですね、経験が合体することによって、このコンタムブロックのこの会社ですね、ところに到着したということです。And some of those absolutely amazing healers we work with today, they are part of our so-called healer network, and they have trained tens of thousands of other healers across the globe, because they're not just some random healers. They have some absolutely amazing and unique capabilities. このヒーラーですね、いろんな方のヒーラ
このヒーラーネットワークっていうのがありまして、その人たちの素晴らしい世界のですね、いろんなヒーラーの人たちの費やした時間、もう何万時間っていうですね、研究、ね、練習ですね、プラクティスをすることによって得られた知識、能力、それが合体されたものを彼が、フィリップさんがその人たちの助けることができたということです。So one of them is called Roman Hafner, and they call him the Wunderkind in Europe because of his absolutely amazing abilities to see each and every frequency on a very granular level. And so he was born with the ability to see all vibrations and all energies and frequencies. And he could not see matter the way that we see matter. He had to learn that because he only saw all the vibration. その中のですね、一人として、ローマン・ハフナーっていう方ですね。この方がですね、ドイツで素晴らしいヒーラーの方で、ドイツ語でですね、ドイツの中ではウンダケンって言われる方なんですけど、小さい頃から実際的な物質的な社会が見えなくて、人間の形ですね。皆さんの人間の形じゃなくて、すべて波動、メトリックスみたいな世界ですね。そういう電波の世界でしか見えない、能力を持たれたわけです。So he was already as an 11-year-old boy on stage helping 300 people that had problems with their life and with their health issues. And he started to help doctors that did not know when a patient was out-treated or they didn't know what the person had. They called Roman, and Roman could see what is the problem and what needs to be done. And fast forward now, he obviously improved his capabilities even more. And he is an integral part of this whole development. その、ローマン・ハフナさんですね、11歳の時にもうすでにステージに立って300人ほどの前でですね、いろんなそういう病気を持った人たちの、ことを把握し、そういうところヒーリングに携わってもらったということです。そこで、素晴らしい能力の持ち主の方だったので、西洋医学のですね、先生たちがこの患者さんどういう問題があるのか、どこが悪いのか、どこまで治っているのかということを見てくださいっていうふうに、もう西洋医学の先生までがどんどんそのローマンさんに、そういうふうな意見をお聞きする方のような才能を持たれていた。そこのそのローマンさんの能力がですね、今もう当然、もうかなり立派な方になられています。その方がこのコンタムブロックに素晴らしい、ね、インボルメントをしてこられたということです。So we developed a technology that can imprint pure quantum energy into any object, and it can be leveraged also to support any physiological organism, obviously including humans, animals, and plants. このコンタムブロックのこの中の空間ですね、その中でその一番最高の純粋なピュアなエネルギーをコピーする、技術を、マスターすることができたということです。でそのピュアなエネルギー、そのコンタムエネルギーですね、それのコピーをすることによって、そういうふうな応用を人間だとか動物だとか、すべてのその万物のものですね、すべて波動でできていますから、そういうどういう物質、人間ですね、ものに対しても、応用することができる。これはもうコンタムエネルギー、そのままピュアなものにアクセスすることができるということです。So the quantum block is the extension of that technology. So it's the very same, and we make that available to everyone because that's not, we don't do things how it was done in the past. In the past, if a company had
cutting edge, unique technology, they would not share it with others. They would keep it for themselves. And now we make it accessible to everyone. And in a moment, I will walk you through what is so unique about it. こういうふうなですね、いろんな世界でですね、コンタムエネルギー、量子力学のそういう空間を作るような会社がっていうのはやっぱりいろんなところで研究されているんですが、ほとんどの会社っていうのは自分のところだけ使って、それを使って、皆さんを治療するとか、皆さんのお手伝いすることに独占するんですが、そのフィリップさんの目標っていうのは、これが皆さんの手に届いて、皆さんが直接自分でですね、このコンタム量子力学のエネルギーを応用することができる自分のため、自分の家族のため、友人のためですね。そのためにこういうふうなもうポータブルな皆さんがご用できるところにものを作ったということです。So, what's so unique about it is three things. One is it is pure quantum energy and it does not use any brute force. So we don't use magnetic brute force and no electric brute force because those can destabilize the quantum field. And we're the only ones that have been able to do that so far that we know of at least, to create this pure quantum energy field without brute force. フィリップ氏のですね、会社、リーラブロックですね、リーラ Q テックの会社なんですが、彼らの作っているこの、知っている限りの中でですね、その電子、電磁場ですを使わないテクノロジー、技術という、装置は、このコンタムブロックしかないということです。他の、いろんな、量子力学と言われる量子科学を使ったテクノロジーですね。で、いろんなそういう空間にアクセスするのによく電磁場を使うようなやり方がいろんな装置があるんですが、そうしてしまうとエネルギーが不安定になってしまうと。でそれをなくすためにその電気も電子も使わないで、磁石も使わないその空間を作る、ものを達成したのがこのコンタムブロックということです。And the other thing that is so unique is that traded, and we have different levels. But I'm not sure if the audience is familiar with the Hawkins scale. But on the Hawkins scale, it's a Dr. Hawkins, he came up with a consciousness scale. Our products, we can take it to consciousness levels on that scale higher than any other product in the world that is publicly available. もう一つですね、このコンタムブロックのユニークなところって言いますのは、アメリカで有名なドクターのですね、デイビッド・ホーキンス博士という方が、こういうふうなトライアングルのチャートを作られたんですよね。でそこにいろんな波長がありまして、一番最高の波長っていうのがエンライトメントというようなところ、1000ヘルツって言われるんですが、このですね、コンタムブロックを使うことによって、ホーキンス先生のその波長のレベルで言いますと、一番最高のところに達成することができたと。他のいろんな今、現在ありますいろんなテクノロジーがあるんですけど、その中を比べても、コンタムブロックが一番最高の波長まで到達することができたということです。So before I explain to you what you can do with it, and by the way, it is very, very simple to use. It's very simple. I want to explain, okay, what is quantum energy? これで本当に簡単でしかも単純な、使い方なので、誰でも皆さんに使うことができると。でも、まず最初にですね、そのコンタムエネルギー、その量子力学のできている空間、コンタムバキュームですね、空間っていうのはどういうものなのかということをまず説明いたします。So, there are many different definitions what quantum energy is. You can be very, very scientific
or it can be very experiential. コンタムエネルギーっていうですね、定義の仕方っていうのはかなりやっぱりいろいろとです、ありまして、ばらつきありまして、すごくこう、技術的に言われる方と、またはもっとこう経験的にこのエネルギー的な話になる場合、いろんな領域の定義の仕方があります。I always try to use an explanation that is easy to understand. フィリップさんがやっぱり一番皆さんにお話したいのは、本当に分かりやすく簡単で皆さんが納得できる説明を一番心がけておるということです。Quantum energy is the energy behind matter. So we see with our eyes usually, unlike Roman, we see matter. It's something, it's hard. We see our body, but that's not just matter. So, for example, the physical body is actually mainly water, and we don't even notice that it's mainly water, but it is. We know it. It's almost water, but behind the water, there's space. We are 99% space, and so the energy behind every matter, that is pure quantum energy. でまずですね、体を一つ取っていただいてもそうなんですけど、皆さん私たちが目に見えるもの、物質っていうものがありますよね、肉体。で肉体っていうのはこのマターっていう電子で固体的なものですね。で、全ての固体っていうものの中に、その後ろにはエネルギーがあると。これは皆さんよくお分かりだと思うんですが、で特に体の場合ですね、99% お水で構成されております。で、お水っていうのは物体だと思うんですけど、その奥を見てみると、すべてがこう空間でできている。ただ、その形を作っているっていう、その捉え方ですね。それじゃなくて、その奥に入っているエネルギー、物質の空間の世界っていうのがエネルギーの世界だと。それが量子力学と言われる空間のエネルギーの世界っていうことです。And in every cell, there is a quantum energy field. And that is how the cells communicate. The cells communicate always at any time, and they communicate instantly. If something is happening here, all the other cells know that because there's a quantum energy field in every cell. And exactly that natural quantum energy is what we were able to concentrate in our technology. So it's not artificial quantum energy. It is 100% naturally harnessed quantum energy. 細胞を見てもそうだと思うんですけど、細胞同士ですね、体の中にはね、1トリリオンと言われる細胞があります。で、その細胞、一つ一つの細胞の中っていうのは空間でできていて、その細胞同士がですね、お互いに瞬時にそのコンタムエネルギーの中でコミュニケーションを取られていると。で、その状態自体がコンタムエネルギー、それを使っているっていうことですので、これは人工的に作ったコンタムエネルギーではなくて、そういう人間の中に入っている、すべての事象の中に入っているコンタムエネルギー、空間のエネルギーを使って、このテクノロジーを応用したということです。So quantum energy is everywhere at all the time. But the problem that we solved is how can you concentrate it in a very, very deep, strong, and concentrated way in a certain place. And that's what we've been able to do. コンタムエネルギーっていうのはもうすべていろんなところにありますね。地球、もう空気中にもそうですし、私の体もそうですし、すべての固体、物質がコンタムエネルギーなんですけど、こういうふうなすごい大きな空間のコンタムエネルギーを、このですね、空間、本当小さいこの密接した空間の中に凝縮した、どうやって凝縮したのか、そこがここの一番こう焦点になってくるということです。So we have charged the plates in a certain way that when they're aligned like this,
there's this concentrated quantum energy field inside. このですね、ちょうどこの2つのプレートがあるんですけど、このプレート、一つ一つのプレートに、ここにですね、クォンタムエネルギーを集中することができ、で、この2つのですね、プレートが合わさったことによって、ここにですね、素晴らしい密接したクォンタムエネルギーを作ることに成功できたということです。Now, some people may ask, okay, is this important? The sign, the mandala, is this important? It is important, but it's not needed. Like we could make this without it, but this stands for love, peace, and unity. So it's the sign for peace, love, and unity. And that gives it an additional vibration. And that is the energy that, you know, we try to help establish more on Earth. So that is why the products carry this sign. このクォンタムブロックのそのプレートが一番重要なんですが、ここにあるですね、サインですね、マンダラのサインです。このサインですね、これはですね、ピースですね、平和、愛情、love、それユニティですね、統合性。この3つのテーマで作られたマンダラ、これをですね、波長としてこのプレートに作ることによって、もっとですね、効果が倍増することができたということです。So it all sounds maybe very energetic, but there's a lot of science behind it, and we will get to that. We will talk now about what can you do with that, and then we will talk about the science, because there's a lot of science from many doctors and many different institutes in 3 different continents. このですね、クォンタムブロックってエネルギーのことばっかり話をしておりますけど、よくエネルギーっていうと、皆さん、誰でもね、話をすることができると思うんですけど、その裏には、特殊ないろんな技術が凝縮されて、このブロックが作られておりますので、これはですね、後ほどお話しいたします。で、これをですね、使った、これからどうやってこれを使うことができるのかということを今からお話ししていきます。Okay, so what can you do with it? Number 1, you can just put it in your home, or you put it in your office, or in a school, wherever you like, and don't do anything with it. And just by putting it there and you don't do anything with it, it harmonizes and neutralizes any potentially harmful frequencies, including EMFs, like electromagnetic fields. まず最初にですね、本当単純に家の中に置くことによって、そこからですね、空間がですね、ぶわっと広がっていき、その周りにあるすべての空間ですね、家でしたら家の真ん中に置くことによって、アメリカではだいたい130フィート、140フィート、日本語で言いますと30メートル、40メートルですね、のこういうバブルに入っているような感覚になります。そうすると、そこの中に入ってしまうと、外から入ってくる外的電磁場ですね、マイナス、ネガティブになるような外的なマイナスのエネルギーっていうのをブロックすることができ、また家の中に入っている乱れた波長ですね、そういうものをですね、同調させることによって、すべてバランスをとってハーモナイズさせることができるということです。So the second thing you can do with it is you can put objects inside and charge them with quantum energy. So for example, I could take my phone and I put it inside here, and I can charge it with quantum energy. And then whatever I charge has a higher and finer vibration. And if it's a metal, for example, then it also afterwards transmits quantum energy outwards. So it becomes a carrier of very nice positive energy. 2つ目ですね、このクォンタムブロックの中にこういうもの、今、フィリップさんが、やっていただいたように、携帯だとかですね、特にこのメタルケースのものを入れると、そこにクォンタムエネルギーがチャージされますので、素晴らしいエネルギーがそこにぐっと凝縮されることができます。
you can basically energetically upgrade and enhance any product you put in here. For example, if I put my watch in there, my watch after that will carry a nicer energy, and people that can see and feel energy, they can see it right away. But even people that have a difficult time with sensing energy or perceiving energy, they will also tell you, wow, this looks more beautiful now. And they don't know why, but it looks more beautiful. As an example, silverware at home you can put in, and if you have guests over, it's a nicer looking table just because of the energy. 特にですね、いろんなものを中に入れてチャージすることができるんですが、メタルですね、今言われましたように、特に体がセンシティブな方、エネルギーが見える方、そういう方がですね、例えば時計なんか入れてつけてもらうと、すごくその感覚がですね、素晴らしい感覚になる。なんか知らないけど、今までは重たいようなですね、感覚があったりとかするような場合もあると思うんですけど、それがすごく軽くなった、体にすごく馴染むような感じだとか、いろんな変化が起こります。またですね、ゲストですね、家に皆さんね、友人の方と来られたときに、ディナーとかをサービングされるサービングのスプーンだとか、フォークだとか、そういうものを入れることによって、人が来ると、その感覚がすごく違う。皆さんがですね、これは何ですか、これ素晴らしいものですねっていうような、人が本当にどういうことをしたのかわからないんですけど、そのコンタムブロックを入れることによって、そのエネルギーが本当にぐわっと向上させられるので、どういう方でもですね、いろんな経験をすることができるということです。And so those are the hard objects, if you will. So people charge their phones with it, and their laptops, and their silverware, and all these different things. もう本当コンピューターだとか、携帯だとか、スプーンだとかですね、何でもどういう物質もそこに入れていただいて、どんどんエネルギーを高めて使うことができると。これは靴でもですね、靴下でも何でも OK です。And by the way, you can measure the difference. We have done tests where a person uses their phone, their cell phone, and then they get their blood tested or their heart rate variability, and then they put the phone in the quantum block and charge it for a few minutes, and after that they do the same thing again, and then there's another test, and suddenly the phone has a completely different impact on the body, which is now suddenly positive and not negative anymore. 例えばですね、テストで研究でやられましたのが、携帯をですね、普通に携帯を使うとですね、血液検査とか細胞の検査をすると、すごく細胞が不安定になるんですね。携帯なんか使うと。で、心拍数もそうです。で、それをですね、携帯をコンタムブロックの中に入れ、で、それをですね、また取りまして、使っていただくと、その時に、またその血液検査、例えば心拍数、心臓の検査だとかしたときに、今まで不安定だった細胞がですね、きれいに、何にも影響されてない細胞に変わっていると。これは研究結果で全て出ております。So, and of course, we're here with the Emoto Institute today, and now I want to talk about water, because you can put not only hard objects in here, you can put all of your groceries in here. You can put fruits in there like raspberries and bananas. You can put beverages in there, including water. 江本研究所の方でですね、実験していただいたように、お水を当然入れていただいて、お水のですね、細胞、表現力、波動がですね、立派に変わっていただいたということはもうご存知だと思うんですが、同じように、野菜でもですね、フルーツでも何でも食べるものですね、入れていただくと、そういう波長ですね、そのエネルギーがどんどん向上されます。So what happens when you put water in here, for example? So you can structure water. So because of the positive and concentrated quantum energy in here,
already within 3 minutes, you can see a significant difference compared to the water before. So, for example, you know, in the Moto office found that out of one beautiful crystal, within 3 minutes, the quantum block made 5 beautiful crystals out of the same water. お水の一つ研究をされたときにですね、元研究所の方で実験をしていただいたように、普通のお水の場合でしたら結晶が一つだったのが、このですね、コンタムブロックに入れた、3分入れて、研究をしていただいたら、5つの素晴らしい結晶、それもですね、ストラクチャーっていう本当にこうきれいな構造を持ったお水に変化することができたということです。And the Besa Institute in Austria, the Besa Institute in Austria is the largest independent for anything in regards to biosystem analysis and biofeedback. オーストラリアにあるベーサ研究所ですか？ベーサ研究所っていうベーサ。オーストラリアのベーサ研究所っていうところですね。これがバイオフィールドっていう部分に対して素晴らしい世界でもかなり有名な研究所なんですが、そこの研究所のところですね、いろんなところ、これのコンタムブロックのどういう作用、コンタムブロックによってどういうふうな変化があったか、バイオフィールドに対して、そういう見解をですね、今からご説明いたします。Okay. I will talk about some of the other studies later that have to do with the human body or with the animals, but they also analyzed snow, and they analyzed when snow and water contained harmful substances like certain metal frequencies and other things that are harmful for the body. And the quantum block was able to neutralize those frequencies in a very fast way. まず一つの研究としましては、雪だとかお水ですね、そこに含まれる不純物、特によく体に悪影響を及ぼすヘビーメタル、重金属ですね、それが入っていたものがコンタムブロックに入れて、そこからですね、取り出したときに、そういう体に害を及ぼしたメタルがですね、中立、バランスを取ることができて、体に害のない物質に変化することができたということです。So, and obviously, because it works so well with water, but also with other groceries, for example, you can now think, well, the human body is mainly water, so wouldn't this be beneficial also for the human body? Oh, sorry, could you say again about the... Yes, so now that we know that it is so positive for water and to use it for groceries, one can ask, oh, may this now also be very beneficial to the human body? Okay, yeah, thank you. そうです。このコンタムブロックのお水とかですね、食べ物、そういうものがすごくポジティブになって研究で、そうすると人間の体が 99% お水でできているのであれば、当然人間の体にも素晴らしい影響を及ぼすんじゃないかということの応用に至ったということです。And that's the next thing you can do with it. You can put your hand inside, or you can put your elbow inside, you can put your feet inside, doesn't matter. You can put, your whole arm inside, and then I'll explain in a moment what happens. そうすると、今からですね、説明いたしますが、体のですね、どういう部分であっても、手を入れたり、腕を入れ、肘を入れたりですね、例えば足を入れたりとか、もう人間の体のどの部分も、このブロックの中に入れることができるということです。Okay. By the way, June, I forgot to tell them initially that when you have it at home, the quantum block has a radius of about 45 meters in all directions. Maybe just tell them. Yeah, I actually added for you. Okay, good. Okay. But tell them, so the field outside is pretty large.
and it's a strong field, but it's the way strongest it's inside. So now when you put your hands inside here, it has an even greater effect than when you're just outside of the field. 先ほどちょっとお話ししましたが、家の中に入れておくと大体ですね、45メーター四方ですね。そこまでかなりエネルギーの作用ができると。しかし、そのコンタムブロックの中に入った時のエネルギーというのはもっと濃縮されておりますので、その効果の出方ってやっぱりかなり違ってきます。Yeah, so many tests and studies have been performed with the quantum block. いろんなかなり素晴らしいいろんな研究結果がですね、いろんな方向から出てきました。So there was a study with the so-called EGIF Institute in Europe, and they tested the heart rate variability, which has a direct connection to the autonomic nervous system. ヨーロッパのですね、イガインスチュート、イガ研究所ですか、そっちの方の研究としましては、このハートレートベアリビリティと言いまして、心臓の鼓動ってあるんですが、心臓の鼓動っていうのは、大体ですね、全く同じ秒であれば、心臓は健康じゃないって言われるんですね。すべての心臓のビートっていうのは、ちょっとずつ時間が違ってきてるんですね。それがよく言われる健康なコーヒアランスと言われるんですが、そこの部分に対して、このコンタブロックを使うことによって、素晴らしいその HRB っていうハートレートビアリビリティの方の影響の結果にね、つながることができたということです。And then the BESA Institute ran studies what the quantum block can do on the physiological system. So they tested always all the test persons before when they came into the office, and then they exposed them to different stressors. So one stressor, for example, was EMF, electromagnetic fields. So they blasted the test persons with electromagnetic fields, sometimes even in an electric car, using a phone and an iPad all at once so that they had a lot of radiation. And then they measured them again. And then they had the quantum block there, put it there, and all the radiation they left on. They didn't turn it off. They left everything on. They still were on the phones, everything. And it completely, first, when the electromagnetic fields were introduced, all the body measurements and energetic measurements went bad, very, very bad. And then once the quantum block was introduced, the measurements went to optimal levels in a very fast time frame. And they were more optimal than even before with the first test, way more optimal despite the stressor. さっき言われましたオーストリアのベーサ研究所ですね。そこでやられた人体的検査といたしましては、ある人がですね、実験された方ですね、一般の方が来られて、まずいろんな体のリズムをメジャーメント、計測いたしました。で、その次ですね、その方にいろんな電磁場、それもマイナスの電磁場、特に電動自動車とかですね、携帯、iPad だとか、いろんなものをその方の体に与えることによって、どういうふうなこの悪影響を及ぼすのかっていう次の測定をしたときに、その方のいろんなエネルギーのレベルがぐわっと下がってしまったんですね。これは皆さんもよくお分かりだと思うんですけど、その後に、そうするとそのコンタムブロックを使うことによってどうなるのかということで、その状態の方にコンタムブロックを与えて、バランスを取ってみましたら、そのですね、あと、検査をしてみると、その方が最初に来られた時のメジャーメント、測定値よりもはるかに良くなっていたという素晴らしい検査結果が出てきました。And then, very early on, we had given the products to different doctors' practices. もっと他のところですね、他の研究としましては、いろんな西洋医学の先生、自然医学の先生とか、いろんなですね、割と有名な先生たちに、
このブロックを使って、いろいろと試してみてくださいということで、あっちこっちにですね、一応話を持っていきました。はい、And they did tests with live blood analysis, or what you can call dark field microscopy. はい、まず一つの研究としましては、ダークフィールドマイクロスコピーと言いまして、ちょうど生きた血液ですね、血液を取るとまだ生きてます。それをですね、顕微鏡でその生きている状態、その人がどういう健康状態なのかということを把握する一つのやり方があるんですが、これをダークフィールドマイクロスコピーと言います。Okay? And all of so they did pictures of the people before, and then they put for 5 minutes or for 10 minutes their hands inside here, and then they measured again. And all of the pictures showed a significant improvement in the blood within only a few minutes. その研究の結果ですね、その人たち皆さんいろんな患者さんですね、参加された患者さんの血液を取ってみて、そこで把握した血液のいろんな形ですね、病気の方の血液って言いますのは、いろんな、ね、赤血球、白血球の形がですね、いびつになってたりとかするんですが、そういう方たちのまず血液を取り、でその次にその患者さんですね、クライアントたちの方が手をコンタムブロックの中に5分置いてですね、でその後にまた血液を取って、そのダークフィールドのマイクロスコピーで見た結果、そのすべてのそういう赤血球、白血球とかいびつだったものがきれいな元通りの健康な状態になっていたということです。And by the way, there are two more things you can do with a quantum block, and we will get to that. But since we're right now talking about what does it do for the body, I want to explain a little bit more about these studies before we move to the last two things you can do with it. 今まだ体のことをお話ししますので、あともう2つ話すことがあるんですが、その前にもうちょっと体のことについてお話しします。So after all these initial before and after pictures with a live blood analysis, we then said, okay, that's great. And every time this happens, but we need to have full proof, and we want to rule out placebo effects. でこういう人体検査の時に素晴らしい結果が出てきたのですが、でもここでですね、プラシーボって言いますか、私たちが思い込むことによって人間の体っていうのは変わってしまうことがあります。特に例えばコンタムブロックこれ素晴らしいですよって言われますと、信じる方はそうですね、思考によって人間の体っていうのはそっちのプラスの方向になる場合があります。これをプラシーボエフェクトというんですが、そのことについてお話しします。Okay. So the very highly respected Dr. Beverly Rubik from the US, she then led 2 studies that are double-blind, randomized, and sham-controlled. はい、そこでですね、アメリカで素晴らしい有名なバイオフィジックのですね、ビバリー・ルービック博士に依頼いたしまして、2つの研究を行いました。で、これもよくアメリカに言われるダブルブラインドプレスコントロールスタディと言いまして、そういう検査されるそこの研究に携わる方のグループの方ですね、そこにはこのコンタムブロック何かでどういうふうなことをしているのかということを全く洗脳されないでピュアにされるグループを作ったということです。And in these studies, all of the positive indications we already had were verified, and not only that, the results were absolutely fantastic. その結果をしましたら、もう特にそのダブルブラインドですね、2つの研究が両方ともですね、素晴らしい当然結果になったんですが、これはただ単にこれは素晴らしいものですよって言われて、検査結果が良かったっていうんじゃなく、分からない、これはどういうものかっていうことを全く知らない方でも、その before, after ですね、前と後で体の変化、素晴らしい変化が完全に 100% 変化したってことです。
And also in these studies, they tested before, and then they tested with exposure from Wi-Fi, and then they left the Wi-Fi on and they used the quantum block. And in 100% of the cases, there was a significant improvement in the blood in the test persons. And it was in many cases even better than before the Wi-Fi exposure. もう検査に参加された方、もう 100% ですね、確率。これは研究の中で 100% っていうのは普通はないんですが、この場合、これは本当にピアリブの雑誌に書かれる研究なんですが、これを使って Wi-Fi ですね、電磁場を与えることによって携帯とかですね、それで細胞がマイナスの変化になったと。で、その携帯だとかそういうマイナスの電磁場を持った体に対してクォンタムブロックをつけ、その後に体がどう変化したのかと見たことに見ましたら、もともとこらえた体の状態よりももっと素晴らしい状態になったケースがほとんどだったということです。And it's very important to understand so that it really worked in 100% of the cases, not just sometimes, it worked every time. これはただ単に 10% の人とか 40% の方がなったとかそういうんでなくて 100% もう100人あれば100人が皆さん完全に素晴らしい状態に変化されたということです。And so, for example, stage 1 and stage 2 of blood clotting was able to be reversed completely within only 10 minutes. その一つの研究の中でまた血栓を持った方ですね、いろんな程度があるんですが、レベル1、レベル2っていう血栓の問題ですね、血液が凝結する問題、そういうふうな問題を持たれている方を検査したときに 100% その方たちの血栓の問題が解決できたと、全くそれでなくなってしまったというふうな素晴らしい結果が出てきました。And last but not least, what they found in the studies is that the white blood cells that are an integral part of the immune system, they get paralyzed through electromagnetic fields. And then we get a problem with the immune system. And the quantum block was able to completely make these white blood cells active again. So it reversed the paralyzation of the white blood cells, which is amazing for the immune system. でもう一つの研究結果としましては、免疫の中でですね、白血球というのはすごく大切なところなんですが、白血球がですね、免疫力を作ります細胞を。その中で、その体の中のその免疫の細胞を作る機能が麻痺してしまった状態の方、その方に対しても、クォンタムブロックを使うことによって、それの白血球の、免疫の細胞を作る能力、その麻痺している状態をきれいに再生させることができたということです。And there have been also other studies, all of them positive, but there's no time to go through everything, so I will move on now to tell you about the other two things you can do with it. はい、他にいろんな研究があったんですが、話しますとかなり長くなりますので、次に残りにあと2つの別の研究のお話をいたします。And then, after I showed you these other two things, then you can ask questions if you like. その後にですね、皆さんから質疑応答を受けたいと思います。Okay, so what are the other two things? So very, very interesting for many people is that you can copy frequencies in this quantum block. Any frequency can be copied as long as it is not harmful. クォンタムブロックのですね、またユニークなところ、素晴らしい特典としましては、このブロックの中に波長ですね、
波長をコピーすることができると。特にそのマイナスにならない波長ですね。ポジティブないい波長を中に置くと、すべてのその波長をコピーすることができるということです。So, for example, I can take a piece of a healing plant and put it inside together with a glass of water, and then after 45 seconds to 60 seconds, the frequency and information of the healing plant will be in the water, and I can drink the water. Or I take, let's say, a silver coin or something or another metal and put it in here together with the healing plant, and then I will have permanently the frequency of the healing plant in this piece of metal. 例えばヒーリングをするようなプラント、植物がございますね。そのヒーリングにすごく効くプラント、植物を中に入れ、でその隣にお水を入れると、そのヒーリングを持っている植物の波長ですね、それがお水にコピーされます。で、そのお水を飲むことによって、そのヒーリングを持っている植物のエネルギーが体に入ってくることができます。まあ、他にですね、そこにシルバーの、例えばコインを入れますと、そのヒーリングの、植物ですね、そのプラントから、このメタルの方、ね、にコピーされますので、コピーされますと、そのシルバーコインですか、これにすべてパーマネント、永久的にそこの、波長がですね、コインの中に全部コピーされます。ずっとそれを持つと、体の中につけておきますと、そこからどんどん体の方にその波長がですね、影響されてくることができるということです。So there's endless possibilities with frequencies you can copy, and so you probably know the concept of homeopathy. Now, homeopathy is difficult to make, actually, but this is very easy to make. Every 5 or 6-year-old child can do that. They can put a glass of water in and a piece of a healing plant or a vitamin or a lemon maybe and copy it. It's very easy and it's very fast. 皆さんご存知のようにですね、ホメオパシーってございますね。ホメオパシーを作るのはかなり難しいって言われています。会社がですね、きちっとコントロールし、その、ね、エネルギーの波長の同性値って言いますか、それをね、30C だとか、ね、100C だとか、100M だとか、いろいろ変えていかないといけませんね。でそのホメオパシーを作るのは、このクォンタムブロックを使いますと、すべてのどういう波長でも、そっちの方にすべてお水だとか、コインだとか、ね、メタルだとか、そういうものでコピーできますので、これはどういう方でも簡単に、ものにですね、そうすべてポジティブないい波長を同調することができ、それをですね、体に、アプライすることができるということです。So we call it quantum frequency medicine that you can make with a quantum block. で、まあ、英語としまして、クォンタムフリクエンシーですから、クォンタム、量子科学ですね。フリクエンシー、波動を持った、クォンタムフリクエンシーメディシン、まあ、医学ですか。これね、日本語で訳すのはちょっと難しいんですけど、クォンタムって、まあ、そのままカタカナで言いましたら、クォンタムを持ったクォンタム波長、メディシンですか、医学。そういうことを達成することができると。And for example, you can also use a pharmaceutical product if you want to. So let's say you take a pill that is for a headache. If you have a headache, you can put that pill in here and you can copy that into, let's say, a metal, like a card or something, and then you carry the frequency. And sometime in the future, maybe this comes in handy, and maybe you have problems, with your belly when you take a pill, that you have ache, so you may not want to take a pill. That way you can use the frequency. 例えばですね、よく処方されるお薬なんかございますね。例えば頭痛があるときに出されるお薬、それをですね、このクォンタムブロックの中に入れ、で、その隣、まあ、横にですね、
メタルのような、例えばカード、金属でできたアルミだとか、ブラスだとか、金とか銀でも何でもいいですけど、そういうふうなカードだとかコインとかありましたら、ちょうどそれですね、製薬会社のそのメルスにですね、その波長がそっちの方にコピーされますので、例えば、よく薬を飲むときに飲んでしまうと胃が荒れたりとかですね、いろんな副作用がございます。でもそのコピーをすると、それは波長のエネルギーを持っていますので、それを体につけておくと、常にそのエネルギーが体に影響されますので、そういうふうな、例えば副作用も、取ることができるということです。So today, the frequency itself of such a pill does not work exactly like the physical substance. That's important to note. But it has about a 55 to 80% efficacy, which is already very good. 物質のものですね。お薬を飲むというものと、波長が、その波長を持ったメタルをつけるということに対して、当然、体に対する影響の頻度っていうのは違ってきます。大体ですね、そのエネルギーが、コピーされたエネルギーですね。例えばお薬のコピーされたものっていうのは大体 55%、55 to how many percent? 55 to 80%, more or less. It's hard to tell. で、55% が 80% ぐらいの、効果が一般のお薬に比べて、ある程度出てくるということです。Yes. So now let's come to the last thing you can do with it, which sounds crazy, but it still works. 最後になりますが、これはですね、ちょっと皆さんに、そんなことできるの何ですかっていうふうに思われるかもしれないですけど、ご説明いたします。So to remind you, in here, there's a multi-dimensional quantum energy space inside. And because of that, time and distance do not really exist in here. これ量子力学、量子科学の空間ですから、このクォンタムブロックの中って言いますのは、時間とかですね、距離っていうものは全く感じない。そしてもう全てが瞬時に行われるエネルギーの空間になっております。So you can literally put a picture of someone in here and they get the benefit of the energy. It's not the same as if you put your hand in there. As an example, let's use me. If I put my hand in here, it works very much on the physical body, but also on the energy body. But if I put a picture of me in here, I feel the energy, I get the energy, but it's a little bit less physical. 量子力学の空間の中のこの中って言いますと、今言いましたように、時間とですね、距離っていう感覚が全くないスペースですね。ということは、この中に自分のですね、写真を入れるとですね、自分のフィジカルな体の方にエネルギー、その中のエネルギーが距離があってもですね、当然体に影響を及ぼすことができると。で、これはですね、またちょっと違いまして、手を実際的に入れますと、物質的に体は感じます。で、そこから得れる効果と、ただ写真を入れて、自分の体に持つ影響を及ぼすプラス効果って言いますのは、当然その手を入れることよりもちょっと下がってしまいますけど、クォンタムバキューム、空間のスペースですので、例えばですね、距離が離れている、例えば今、日本におられて、アメリカの方に何かヘルプしてあげよう、ヒーリングさせようとした場合、その方の写真を入れることによって、その方の情報空間から瞬時にその方のフィジカルの体にエネルギー的な波長を送ることができると。これがよく言われます、クォンタム科学の中で言います、クォンタムエンタンゴメントと言いまして、物質と情報空間のエネルギーが常に同時にくっついているということです。Yes, and quantum entanglement is not a new concept. It has been proven in labs many times before. But the new thing is
that you at home can now leverage this for your benefit or to help other people, to support other people, or even your pets, possibly. で、このコンタムエンタングメントというコンセプトをですね、もう今新しいものではなくて、もう1920年代ですね、本当にコンタムフィジックス、コンタム科学が出てきた時から分かっていることなんですが、こういうコンタムエンタングメントというコンセプトを使うことによって、で自分の体に対する、プラスの影響力、ご家族の方、お友達、またはね、持たれているペットだとか、いろんな方、いろんなものに影響を及ぼすことができます。Yes, and I want to say, because this sounds so amazing, okay, that this can work, but it really works, and it has been even verified by 2 double-blind studies that were run in Europe. これをね、本当、そんなことができるんですかって思われると思うんですけど、2つの、研究をそのコンセプトを使って、行いまして、結果はちゃんと出ております。And one was actually also based on live blood analysis, and it does not matter. So if I put a picture of myself in here, then you can say, okay, well, I'm very close, so that's not really, not really quantum entanglement. It's just because I'm so close. But I could put a picture of Hiro Emoto in here, for example, who is on the other side of the world right now, and he will feel the difference, and you can measure the difference. So because he has that energy field suddenly available. で、例えばそのコンタムブロックが目の前にあって自分の写真を入れることによって、2、3メーターで離れていますねということで、いや、それはまだ近いんじゃないですかっていうような誤解があるかもしれないんですけど、例えばここの今の中にですね、ニューメキシコの方から、広社長の方にですね、の写真を入れることによって、今日本におられる、広田社長のフィジカルの体に影響を及ぼすことができるということです。So now, before we move to questions and answers, I want to say something very important, that this quantum energy field inside here, you cannot use to manipulate, and you cannot use it to do any harm. It is impossible to do, because everything that is harmful or destructive to consciousness or to a physiological organism, to life, is being neutralized in here. So that is very important, and that was the only way for us to even offer this to the public, because you can only support with it, you cannot be destructive with it. Q&A に入る前に、最後になりましたが、一番大切なことですね、このコンタムブロックっていうものはですね、プラス思考のことしか作れないとよく言われますのが、これを悪用してマイナスのエネルギーを入れないとかすることによって、人にですね、外的影響を及ぼすんじゃないかっていうふうに思われたりする方もおられると思うんですけど、それをですね、すべて中立させる、ニュートラルさせるですね、波長を持って作っておりますので、そういうことは全くマイナスのエネルギーの影響を及ぼすようなことは一切行いません。それを達成することができたので、皆さんに個人的に提供することができたということです。Okay, so if in case you don't have anything specific, June, that I maybe forgot, then we can maybe open it up to questions. Okay. はい、ありがとうございます。Thank you very much for your wonderful talk and Jun-san interpretation. Thank you so much. Thank you so much. はい。じゃあ、ちょっとですね、チャットの方で質問も来ておりますので、ちょっと一つ一つですね、聞いてみたいと思います。で、一つは、カードございますね。で、コンタムカードネックレス、でもコンタムブロックの効果を、体感することはできますかと
ブロックにはかなわないと思いますけど、どのくらいの、効力というかですね、見解をお聞かせいただければと思います。Okay, so Philip, so here's the question. So they have a quantum card, the frequency card, and then a capsule. So the people who don't have a quantum block, can they experience the somewhat similar effects having the quantum card or HEO capsule? It's not the same effect because the capsule and the card, they carry specific frequencies and they have a quantum energy field, but they don't have the quantum energy space that the quantum block has. So it's very positive quantum energy, but the use is limited, if that makes sense. Okay. So ちょっとやっぱりこれは全然違いまして、コンセプトが。コンタムブロックの方は、コンタムエネルギーの空間を作ることによって、その中でですね、コピーをできたりとか、人体に応する影響を作ることができますが、コンタムカードとかですね、カードとかヒールキャプテルの方は特定の波長を入れておりますので、当然それのベネフィットを得れますが、コンタムブロックとは、ブロックができることは、その2つからはできません。But it's a great point because it's good for me to now mention what we also do because we create specific frequencies that are very beneficial for certain use cases. いろんな特定に対する、ベネフィットがありますので、そういうプロダクトでカードだとかキャプセルって言いますのは、そういう一つの目的を持って作っておりますので、それはそれですごくいいものですので、それに対してちょっと説明いたします。So you're going to explain a little bit? Okay. Yes, so the quantum block itself is a neutral quantum energy field. It does not carry a specific frequency, but the HEO capsule, for example, it has very specific frequencies that we create together with our healer network, and I'll explain more in a moment after your translation. Okay. コンタムブロックの方はですね、特定の波長が入っているのではなくて、その中に量子エネルギーですね、コンタムエネルギーが入ることによって、いろんなことが体に影響を及ぼすことができ、その中でコピーができ、いろんな応用力があるんですが、そのヒールキャプセルの方は、ヒールキャプセル自体は、その特定の波長ですね、いろんな波長を混ぜることによって作ったキャプセルですので、それに対して一つの特定の効果を出すために作っております。So we work on one hand with so-called molecular frequencies and with etheric frequencies. Oh boy, that's a difficult one. It's okay, the molecular frequency comes from physical substances. And the etheric frequency is something that is not from a physical substance. So from the field, you gather the frequency. And so in the HEO capsule, for example, you have the frequencies of the most important vitamins and minerals and organic plant extracts for the human body included. But also you have the primal human healing frequency and the primal healing water frequency included, as well as a combination. So these frequencies together are designed to really support the human body and to activate the self-healing powers. So it has a very specific purpose. そのヒールキャプセルに対してですね、この2通りのエネルギーが入っておりまして、一つはモレキュラーと言いますと物質的なものですね。例えばビタミン C を取りますとかですね、マグネシウムを取りますとか、いろんなミネラルとかバイタミンとか、ハーブとかありますね。そういうの物質的なエネルギーのものとですね、エソテリックな、エネルギー、その情報空間から取ってきたエネルギー、それで人間の体がもともと持っている最高の状態はどういう状態になるのかっていうそういう波長があるんですけどね。
その2つの波長をコンビネーションですね、と融合させることによって作ったものがヒールキャプスルというようになります。Yeah, so we have various different frequencies that we create together with our healer network, and then we combine it with our technology to make it accessible. そのヒーラーネットワークというですね、素晴らしいそのヒーラーの方たちの、一緒にですね、そういういろんな情報を、波長を持ってきまして、それを融合することによって、特定のですね、そういうヒールキャプスルだとか、プロスペリティカードだとか、ヒールカードですね、いろんなそういう波長をコンビネーションすることによって、一つの、目的に対してどんどん作っております。Okay, so maybe we can move on to the next question. Question. はい、ありがとうございます。続いてはですね、体調不良や病気を治すのは、クオンタムの中に手を5分ぐらい、毎日入れればよろしいんでしょうかっていう質問ですね。はい。So the next question is that somebody who has, certain illness or symptoms, for those people who, to help them to heal, to help them, support them, harmonize, are they supposed to put the 5 minutes, 10 every day in the block? Yeah, so we are always mindful and careful that we don't say that our products treat diseases. So that is something we want to be mindful of. But of course, we have shown, and the institutes have shown, that you can activate your self-healing powers very much with that, and that it has a very positive impact overall. Now, how to use the product is very individual on one end, because every condition is different, every story is different, and every person has a different physiological system. But there are some general guidelines, and yes, to put in a situation where you have physical problems, I suggest at least 5 minutes in the morning and put the hands in there, or even 10 minutes I would 10 minutes in the morning, and maybe in the evening 10 minutes the feet. And then you feel your body and feel in the next days, do you need more time, or do you need more often, or sometimes maybe not at all? Feel in your body, because your body can tell you. ですね、まず第一に皆さんね、誤解していただきたくないのは、やっぱりこのコンタムブロックがこの病気を治すということは絶対に言っちゃいけないことなんですね。で、これはどういう業界でもそうなんですが、このサプリがこういう病気を治す。それはかなりリーガル的にいろんな問題になりますので、特にアメリカなんかでは、このコンタムブロックの研究結果ではそういうふうになっておりますが、これが、だからといってこれが絶対に血栓をキュアするとかね、これ完全に 100% になりますよっていうことは絶対に私は言いませんと。で、どういうことになるのかっていうのは、コンタムブロックを使うことによって体の自分の中の注力のエネルギーを上げると。で、注力のエネルギーをその量子力学の空間の方からふわっと上げてくると、体の方からいろんなレベルで直してくださいます。ということは、当然人によって皆さん個人差が出てきますので、フィリップ氏の、サジェッションといいましては、朝ですね、大体5分から10分手を入れ、で、夕方に足の方をですね、5分から10分入れてくださいと。それで次の日にですね、自分はどういう感覚になっているのか。それ例えば人によっては、あれはちょっと強すぎた。もうちょっとやった方がいいかなとかですね。これは個人個人で調整していっていただきたいと、その持っておられる個人的な注力のエネルギー、それがどこまで効果をぐわっと上げてくるのか、これはやっぱりいろんな個人差が出てきますので、自分でしっかり把握してくださいということです。はい、ありがとうございます。はい、多分それはすごい大事なことだと思うんですけども、中に手を入れれば入れるほど体がエネルギーがチャージされて良くなるっていうわけではないんですね。ですので、エネルギーがすごい強いので、体と相談しながら使っていくっていう、そういうのがやっぱり重要
じゃないかなと思いました。はい。続いてですね、これもちょっと使い方なんですけど、ちょっと空間がですね、小さいので、例えば頭とか入れたりできないとか、お腹にやりたいとかってできないです。で、これを外して当てるっていうのは、効果はないという、ことなんでしょうかね。ちょっと質問です。So, yes, this is a very good question. So, this has a pretty decent size. However, so we have a Japanese, especially we have bigger head. So we cannot put the quantum block in the head, which, somebody who has a headache, for example, doesn't feel good. They want to put that in the head or sometimes in the torso. Cannot put that in the torso. In those cases, can we, dismantle and can we create that, different ways to apply so they can really use that to your body? Yes, you can. And by the way, my head is also too big for the quantum block. My wife can get the head inside, but I cannot. Yes, you can take the rods off and then you have the two plates. And you just need to make sure the plates are somewhat parallel, but they can be even 4 meters away and you still have such a big field. So no problem. So if you have, let's say you have solar plexus problem, you can put one plate on the bottom and put one on the top, and then you can have the benefit of it. Say that, but then I can add something to it. 例えばですね、こうありますよね。これを分けます、こうやって2つね。そしてこう分けましたら、私よくクリニックで使うんですけどね。で、こうやってやりますと、当然こうやってね、両脇にこうやって入れることができます、こうやって。それとか、頭と足のところに上と下で、こうやって、まずお互いのプレートがちゃんとで、間違いないようにしてくださいね。絶対にこうフェースしないように、同じ向きで完全にこうやってたら離すだけですね。こうしましたら、この中で空間ができますので、これをちゃんとやりますと、この中で同じように濃度の濃い量子エネルギーの空間ができます。同じことです。Yes, and so if you have something very local, like something here, for example, then that is the best way to do it. But if you don't have time to unscrew it or anything, you can not get the exact same effect, but a very similar effect by just putting your hands in there or your feet, because the cells communicate everywhere. And so the energy that you get in the hands, it will also go here, but it's not as strong. Like if you want just here, then here's the best. But this already helps. Yeah. So the プレートを外しましたね。こうロッドがありますと当然、ね、お腹のところと背中に置くことはできないんですけど、そのロッドを全部外しますと、お腹と背中にサンドイッチすることによって、当然直接な治療っていうのは変ですけど、サポートできますね。それか、できない部分でしたら、当然手を入れることによっても、体っていうのは全てコミュニケーションを取ってますから、手を入れることでも、例えばお腹の調子をバランスを取ろうとしますと、当然手を入れるだけで十分コミュニケーションを取ってくれますので、どっちでもいいと思うんですけど、直接の方がもっと効果は上がります。ありがとうございます。外してね、使うっていうやり方を私も初めて聞いたので、それができるのはね、結構あれですね、便利ですね。そうですね、こういうふうに頭の上に置いて、で、足のところに置くと、ちょうど頭と足でサンドイッチになりますから。はい。で、そのロゴマークが、こういうふうに向き合ってはいけないわけですね。そうですね。だからちょうどこういうふうになってないといけないですね。成功に。はい。わかりました。で、一人お客様で、ちょっと目の調子がすごい悪い方で、クアンタムブロックで治ればいいなっていう、よくなればいいなっていう方がいまして、で、実際に手を、置いて使ったら、すごい調子が良くなったっていうですね、そういう方もいらっしゃいまして、だからもちろんね、体の中のやっぱり水っていうのはつながってますので、エネルギーが、手から来て、体全体に行き渡っていくっていうふうに、結果だと思うんですけれども、はい。ありがとうございます。
はい、続いてなんですが、これ、フィリップさんへの個人的な質問だと思うんですけども、ご自身のアカシックレコードとつながったり、なんかそうやってメッセージを、ダウンロードされたりとか、してるんでしょうかっていう素晴らしい能力がどこから生まれているのか、ちょっと聞いていただきたいということです。はい。はい。So this is for you, Philip. So all those information, are you downloaded from Akashic recording? Well, that's a good question. So there is indeed something like the Akashic records. Roman would call it just database, like information database, because all the information is always accessible. The problem is that most humans have forgotten how to access the information and to access it very clearly. So in a way, yes, that's the field where we get the information from, but it's way more complicated than that, because it's not just the Akashic records and just accessing something. This is very difficult to do. It's not just some information we get, but I try to work that way. Like if we come up with a new product, usually the information about a new product they either come from customers that ask us if we can make it, or it comes from, somewhere from records. Yes. そうですね。アクションレコードっていう、そういうことはあると思うんですけど、基本的にやっぱり情報空間で、情報っていうのは、インフォメーションフィールド、情報っていうのはもう全てところにありますから、そこのところからアクセスできる、できないっていうのは、その人間の中でブロックしている部分ですね。私たちがそのフィルターを、すごくフィルターを作っちゃっているので、その情報にアクセスすることはなかなかできない。これがローマン氏の言うことですね。だからそこのところに、やはりアクセスすることによって、情報がダウンロードされると。で、そういうふうな面もありますし、やっぱりカスタマーの方から、皆さんの方から、例えばこういうふうなプロダクトを作ってください、どうですかって言われたときに、やっぱりそういうふうな意見も聞き、いろんな、一つだけアカシャリレコードで全部できましたって、そういうことじゃないです。いろんな角度が来てるということですね。はい。ありがとうございます。続いてはクォンタム意識向上と使用方法の説明書を日本語でいただけますかという、これは私の方でお答えしますけれども、一応簡単な説明書がついてきます。使い方の説明書ですね。で、そこには、薬だったら何分とか、お水だったら何分とか入れてっていうようなことも書いてあります。で、あと、この間、フィリップさんのですね、インタビューをさせていただきまして、で、それを解放誌、国際波動友の会、解放誌に載せましたので、そのコピーもですね、お付けしますので、日本語でですね、そういった資料は、一緒にですね、お送りをさせていただいております。はい。で、続いて、ストレートにお尋ねします。病気治療に関してはというふうに言われてますけれども、あくまでもですね、病気を治すということではないので、その結果ですね、良くなることはありますけれども、一つ一つの病気に対してこれはという、ことは言えないという、ことで、ご理解いただければと思います。はい。続いては、英語でですね、来ておりますね。和代さんが、If I had a bottle of structure water with particular frequency,Can I make a copy of this? お水の転写ですね。お水の転写に関して、波動水とかね、私たちでは、呼んでますけれども、その、良いお水の波動を、コピーすることができるかっていうことだと思うんですけれども、このクォンタムブロックの中に入れて、その隣から隣に、その、お水の情報をコピーすることはできますかということですね。はい。Okay, let me ask him. So for example, somebody who has this structural water has a certain frequency in it. Then let's say, for example, maybe a different device that can imprint the frequency in the water, and then can you put that water in the quantum block and then put the blank water next to it? Are they able to copy the frequency of the water from the one side to the others? Yes, no problem. Yes.
はい。 It's very Yes, you can. fast. はい、 So, はい。 so with usual products, it takes about 45 seconds to 1 minute to copy something in a metal, like for example, in a coin. But if it's water, because water is so receptive to energy, usually after 30 seconds, it's already done. で、お水ですとね、30秒ぐらいでできますということです。はい。はい。まあ、お水に対して他の何かエネルギーを入れるっていうときは、その、まあ、ジュエリーとかだったらジュエリーとか、まあ、そういったヒーリングの、まあ、エッセンスとか、そういったものも横に置いとけば、それがコピーされるっていう、そういうことでよろしいですかね。Oh, so Philip, so can you do one, structure of the water that has a frequency and put the blank water here, and then can you put also metal there as well, to blank metal? Are they able to copy both at the same time? You mean to copy the frequency of the water Water, in the metal and into the other glass? correct. Yes, that is also possible. The reverse is also true, because then the metal frequency will also go into that one water. However, it's not a problem. Often people think, oh, it's now a metal frequency in my water, but that's not a problem, because the quantum block neutralizes everything that's potentially harmful. So let's say you have an aluminum card in there, and then the water, it doesn't matter. Then the aluminum will only be there as a signal that has no meaning. So it has no effect after that. You can drink the water. It's not like you're drinking aluminum suddenly. Right, right. そうですね。さっき言われた、例えば波動が入ったそのストラクチャーウォーター、お水ですね。そこのところに、隣に、ただ普通の何も入っているお水を置きますと、当然コピーし、でそこにまた、例えばアルミのメタルをですね、例えばアルミのコインを置くと、そっちにもコピーされます。でもその逆にそのメタルの方のアルミのメタルの波動ですね、それもお水に移ってしまうんですが、そうすると皆さんそこでアルミの例えば波長が入ってくるとアルミのお水を飲んでと同じことですかっていう勘違いされると思うんですけど、それとは全く違います。っていうのは、実際に実質のアルミを飲むっていうのは当然体に害を及ぼしますね。でもそのコンタムブロックに入れると、そのアルミのコイン自体が全てきれいにニュートラルさせますので、中立になりますので、外的影響を及ぼすようなその波長は絶対に入ってこれません。それはコンタムブロックの中で。でも、そのアルミの情報って言いますか、波長はお水に入ってくるんですけど、それに対して体に及ぼす影響とかは全くありませんということです。ということは、薬を、まあ、置いて、で、お水を隣に置くと、その薬の、まあ、効果のある部分だけが、転写を水にされて、それが、まあ、波動水として飲んでいただくことができるっていうことなんですかね。はい、そうですね。確かフィルさんが言われたんですけど、例えば薬を入れると大体、so it's just medication takes 30 seconds to neutralize, correct? And the quantum block, yeah, 30 to 45 seconds. Yeah, yeah. So they want to do is that if you want to copy the frequency of a medication into the water, you want to neutralize first, and then you want to add the water to copy them. It happens in the same time. Same time? Okay, very nice. Okay. It's no problem, yeah. そうですね。そして例えばお薬を入れて、でお薬を置いて、でそこにお水を持ってくると、大体30秒でコピーされ、でそのマイナスの例えば副作用とかを及ぼすようなものは完全に中立にニュートラルされるということです。はい。はい。ありがとうございます。はい。続いての、And June, just to add to that, so let's say someone has a piece of a healing plant and they only have this one piece, and then they want to copy it on, let's say, a silver coin or a metal card, but they don't want that the metal frequency will be in the healing plant. They don't want it, okay? If they don't want it, that's fine. There's a way to avoid it. They can just charge the healing plant first for, let's say, 30 seconds. And then it's almost like as if it's sealed. So it doesn't take on energy from something else.
and then you put it in together with, you know, a glass of water or a metal card, whatever, and do the copy transfer, and then the heal plant has not taken on other frequency. 例えば先ほど言われましたアルビの方の影響が、ね、いってしまうと行くのが嫌だなっていう方はですね、例えばヒーリングの植物があったときにそれをコピーしたいと言います。でそれを例えばメタルの方にコピーしたときに、そのメタルからそのアルビの例えば、波長がですね、そのプラントの方に植物の方に移るんじゃないですかっていうことを考えておられる方は、まず植物を30秒入れて、植物の力をぐわーっと、そのヒーリングの植物の力をまず30秒上げてください。で、その後にコピーするメタルを持ってくると、その植物自体がもうエネルギーでこうキャプチューされているような感じになりますので、そっちに及ぼす影響はなくなってきますということです。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。もう、そうですね、そろそろ、もう一つ、カードにスマートフォンの、写真を載せても効果はありますか？ So, can you take a picture of the healing card in a smartphone, in iPhones and stuff? Does it still work? You mean you put the photo on the card. Photo. You have a frequency card and you put the photo of the frequency card in the block together with a cell phone? Only on the card, only on the card. Put the photo of myself on this prosperity card or someone. So put the photo and the card together in the block. Not in the block, only with the card. Oh. The photo, no, that does not work. But so for that you need the quantum block. You can indeed, if you put your picture in and the prosperity card, then no matter where you are in the world, you have the benefit of the prosperity frequency. Yeah. Right. Yeah. カードでその遠隔みたいなのはできなくて、常に持っているとか、枕の下に置いたりとか、そういうことで、効果を、あれですね。Yeah, so the frequency card you have to wear that number. You cannot copy by taking a picture. Yeah. はい。そうですね。もうそれはつけてないといけないということです。はい。なるほど、わかりました。そうですね。あとは、一つですね、これは結構本質的な質問なんですけれども、このクォンタムブロックがなぜ意識向上につながるのでしょうかっていう質問です。So the question is that how this leads to using quantum blocks to elevate your consciousness. How this works. Great question. So we talk a lot about the physical and scientific results because that's what most people, they want to see these things. But the most amazing thing is actually to help to unlock our consciousness. And it helps tremendously with that because it gets us much deeper into connection with ourselves. And maybe translate that first and then I talk more. やっぱり皆さんね、こういうふうな装置といいますか、クォンタムブロックだとかいろんな量子力学の装置が出てきたときに、やはり物質的な効果、人間ですから、例えばこういう問題があったらこういうふうになりますかとか、いろんな、そういうところに注目がいくと思うんですけど、やっぱりすごく大切なのは、どうしてこの自分の内面ですね、深いところ、自分の持っているポテンシャルをどうやって上げていくのか、人間の内面ですね。そこのところにアクセスできるっていうもう一つの素晴らしい面というのがこのクォンタムブロックができた一つの理由なんですね。そこのところをちょっと説明いただきます。Okay. So on that part, the quantum block works on two levels. The one level is that our consciousness is always
fully there. It's always 100% there. It's never gone. The problem is that we have closed the access to it. So the gates are closed, or some gates are closed. So the quantum block's energy helps us to open more of the gates so that we can unlock more of our consciousness. That's the one thing. でまず、第一つはですね、そのコンシャスネスという意識のその状態、私たちそれ 100% コンシャスネスという部分を持っていると思うんですが、そこのところにアクセスできる、できないっていうのは私たちの、ね、ところのブロックがかかっているので、そこのところにアクセスできない。で、このクォンタムブロック、その量子エネルギーを、クォンタムエネルギーを使ったときに、これがですね、そこのコンシャスネスという部分にもっとアクセスできるような媒体になるということですね。And so the other important thing is that all of us, we have an energetic blueprint of ourselves. And that blueprint is translated and mirrored through our DNA into the physical existence. Now, think of it as this being a window, okay? The DNA being a window. And when the sun shines outside and the window is clean, the sun can come in all the way and it's beautiful and light inside. But when the window is dirty, then the sun cannot shine in. That's the same with our blueprint. So we have dirty windows. It's like a dirty structure because of the difficult and unhealthy things in the world. So the energy of the quantum block helps that these windows get cleaned so that our blueprint can shine in and come through in its more optimal form, easier and quicker. That's also how it works on the consciousness level. Okay. これですね、私たち皆さん、青写真っていうのを持っていると思うんですけどね、そのコンシャスネスの中に私たちの青写真があり、それがですね、私たちのその人間の中に人間っていう生命ができたときに、遺伝子を通して表現を作ってますよね。でもその遺伝子が表現を作っているときに、それは青写真を元に作ってますね。で、それで今、この人間界に入ってきたときに、いろんなマイナス要素がどんどん入ってきます。で、感情だとか、トラウマだとか、ね、環境問題だとか、そこによって、その中の人間の中が曇ってしまうわけですね。だからよく言われる、太陽がありまして、窓があったときに、窓が曇っていると、太陽の光線がなかなかきれいに入ってきますよね。そうすると、その窓をきれいに拭いて、その太陽の光線、青写真がきれいに人間の私たちの DNA、遺伝子に届く役割をしてくれるのがクォンタムブロックということになります。And so you can test it also easily, for this consciousness part. So let's say if you meditate, sometimes you meditate, then you know how it is when you meditate for like 10 minutes. Maybe then do that next time. Once you do 10 minutes just regular, and then you put your hands or your feet inside the quantum block while you meditate. But be comfortable. Like don't do like this, or be comfortable, but then feel, because you can get deeper inside. And I always explain, like we have our knowing that we can access, and maybe we can just access this much of our knowing. If I have connection to the quantum block, I can access more of my knowing suddenly. That's how it works. 一つのね、自分、個人的な実験というやり方としましては、例えばどうやってもっと高いコンシャスネスに到達できるのか、その青写真がきれいにダウンロードされるのかっていうのは、例えば瞑想なんか皆さんされてるときに、10分間ですね、コンタムブロックを使わないときに瞑想したときの状態と、次のときは、自分の足だとか手をですね、カンフォタブルな状態で、例えば膝の上に置いたりとか、
足のところに置いて、足を中に入れて、10分間瞑想したときに、その自分の瞑想度、その深く入っていく度合いですね。これ多分皆さんよく感じられるんじゃないかと。というのは、そうすると瞑想することによって、自分のその青写真、コンシャスのところにアクセスできるレベルっていうのが、今までこうだったのがぐわっと広がってきたっていう体験を多分されると思うんです。それをお手伝いしてくれるのが、このコンタムブロックだと思います。はい、ありがとうございます。これでですね、質問の方は、以上になりますので、はい、もう時間もですね、結構過ぎてしまいましたので、この辺でですね、クロージングにさせていただきたいと思います。はい。で、ですね、すいません。このクオンタム、ブロックの、商品ですけれども、今、IHM の方で取り扱いをさせていただいておりまして、で、発売記念ということで、ちょっと価格もですね、通常より安く、ご提供をさせていただいております。で、ちょっと、こちらにですね、資料を、はい、はい。で、こちら、リーラクオンタムブロック、特別価格ということでですね、19万8000円で出しておりまして、で、一般価格がですね、22万ということで、一般の方はですね、国際波動友の会に、申し込んで同時入会していただいてご購入していただくと、お安くなります。というのも、国際波動友の会の会員というのは、年会費9800円ですので、で、この、価格を7月末までですね、継続をさせていただきます。この商品をですね、紹介することになってから、かなりドルが上がって円が下がってですね、ちょっと大変になってきまして、しかし、7月末までということで、大変好評になっておりますので、こちらの方を継続させていただきます。で、こちらですね、結晶写真、先ほども話に上がってきましたけれども、実は、後ですね、水道水も試したんですね。これ、おそらく見せてないと思うんですけど、で、東京の水道水は本当に結晶写真ができないんですね。ただ、このように、特に右側はすごい、こういう結晶って本当にいいエネルギーの結晶って、言えるんですけれども、この愛と感謝のですね、ような、この精巧なですね、本当に結晶になった。で、これの左側ちょっとリーラのですね、ロゴマークにも似てるなっていうのも出てきましたけれども、これだけ本当にこの強いエネルギーで、水の結晶が変わりました。はい。で、あとですね、今現在取り扱っているのはこちらのコンタムヒーリングカード、そしてプロスペリティカードと、あとカプセルのネックレスですね。で、ちょっと今、大好評につき、在庫が、ない、特に、プロスペリティの、方がないんですけれども、来月、上旬にはですね、入荷予定ですので、インターネットの方から、お求めできるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。で、弊社では国際波動友の会という、会員組織を30年間、行ってきまして、こちらの方で、江本勝が伝えていた世界、波動の世界、水の結晶の話とか見えない、意識、波動、水のですね、そういった情報をお伝えしております。で1年間で、10冊ですね、出しておりまして、それが、ご自宅にお届けするような、形になっておりますので、ぜひですね、ご興味ある方も、こちらの方に入会していただければと思っております。はい。で、はい。ということでですね、本日の、クオンタムブロックの、ZOOM セミナーを終了させていただきたいと思いますので、ぜひ、皆さんにですね、可能であれば出てきていただいて、フィリップさんと、ジュンさんに対してありがとうということでお伝えをしていただけないかなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。皆さん、もしよろしければミュートを外していただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. Thank you, フィリップさん。フィリップさん、ありがとうございます。はい。
じゃあ、そういうことで終わりにさせていただきます。皆さん、ご参加いただきましてありがとうございます。Thank you. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。